皆さんこんにちは。ワールドラガーマックの金です。今回はカーブドライブをブロックできない人向けの動画としてカーブドライブをブロックする方法っていうのを紹介したいと思います。自分も初め初中級者ぐらいをさまよってる時にカーブドライブをめっちゃブロックできなかった。すごい苦手だったんですよ。今でもやっぱちょっとカーブドライブなんか出されるとちょっと難しいなって思うところはあるんですけど、ほんまに難しかったと思うんで、ぜひね普通のドライブは意外とブロックできるのに初中級者とかの中でやったらカーブドライブ打たれるだけでもうなんかブロックできへん、ボールなんかどうやって処理したらいいか分からへんみたいなことになってる方中にはね多分いると思うんで、ぜひこの動画参考にしてみてください。それではやっていきます。はい、ということでやっていくんですけど、今回はシェイクでやりたいと思います。初中級者の方もね、シェイクの方が圧倒的に多いと思うんで、シェイクでやっていくんですけど、ペンも基本的には注意するところは一緒ですね。で、今回はちょっと自分が初中級者になる気持ちで、右利きでやりたいと思います。右利きで、グッチーさんに普通にカーブドライブを打ってもらって、それをブロックするっていう練習をします。はい、ではやっていきます。こういうやつね。これでも難しいよね、実際。ちょっと浮いててもいいから、最初はね、浮いちゃってもいいと思う。浮いちゃってもいいから、こうやってとにかく返しましょう。これができないよね。これが難しいんですよ。でもやっぱりグッチーさん、これ右でやると怖いです。左やったらなんかポンってうまくブロックできるなって思うんですけど、やっぱカーブ曲がってくると結構怖いですね。右でこうやってポンって触ろうとすると。でやっぱりこの注意点、やっぱ自分が右でこうやってパッて一発でポンってできるっていうのは、やっぱり左利き手でこういう風にボールがこうなったらこういう風に触った方がいいんやっていうこととかを知識として知ってるから右でもできるんですよね。だから皆さんも逆に知識として知っておけば、あとはそれをうまく体で再現できれば、こうやって右で、自分左利きなんで右でもパンと再現できるように、簡単にブロックできるように、カーブドライブをブロックできるようになると思います。ではね、説明の方をしていくんですけど、まず1つ目のポイントはバックで今回じゃあちょっとブロックしていこうと思うんですけど、体の近くでとにかく止める。フォワード止めるんやったら顔の近くとか顔とラケットを近づけるような感じでブロックしてもらえればいいんですけど、とにかく体の近くで止めるっていうところを意識してブロックするっていうのがまず一つポイントです。でこれ難しいのが、カーブドライブやからやっぱボールが曲がってきたりするんですよね。曲がってきたりしてうわーみたいになって体の正面で取れなくなっちゃうから、ボールが曲がってくるのをちゃんとイメージする。カーブドライブやからボールきっとこんな風に曲がってくるかなとか、この人のカーブそんなかかってないからこれぐらいかなとか、こういうのをちょっとイメージできないとダメです。グッチーさんないからこれぐらい曲がってくるなと思ったら、ここにいたらもうってなっちゃうから、曲がってくるのをイメージしてそこで待っておいて体の正面に止めるっていうようなイメージ。曲がってくるのをイメージしてこう止める。ある程度ね曲がってくるのをイメージして止める。ちょっと正面に試しにボール曲がってこないと思って正面に構えてみるんですけど、どうなるか。曲がってこうへん、こうなります。でもこうなるよね曲がってこない、こうなる。自分めっちゃなったもん、初めの方でこうなるんで、しっかりとこの曲がってくる、グッチーさんがカーブドライブかけた、この人カーブドライブかけたって思ったらどんぐらい曲がるかパッてイメージしてそこに構えておかないとダメです。ある程度曲がってくるのをイメージした上で構えておかないと、もうラケットにも当たらないと現象起こるんで、まずここをしっかり意識するっていうのがポイントです。続いて2つ目のポイントなんですけど、2つ目のポイントはやっぱりこの右対右だとカーブドライブかかってるんで、ボールのこの外側を少しタッチしに行くようなイメージでブロックするとうまくブロックしやすいです。ボールの外側を触ることでボールをうまくコントロールできます。正面触っちゃうと回転くらいあっち飛んでっちゃうの。外側を触りに行くような形で触るっていうのを意識してみてください。続いて3つ目のポイントなんですけど、とりあえずはまずはね
まずは真ん中の真ん中を狙う。卓球台の真ん中を狙うっていうのを意識してください。狙えば勝手に多分今やったら真ん中狙えば勝手に回転の影響を受けてストレートに変えるような形になると思います。真ん中狙ったらこうやってストレート、ここができるようになったら逆にこうやって真ん中の真ん中狙ってサイドでストレートにしっかり変えるようになったら、もっと意識してこっちにやったりすれば逆に真ん中に変える。さらに意識すればこうちょっとストレート気味に、ストレートっていうかクロス気味に変える。さらにこうやって意識すればちょっとこっち側に変える。自分ちょっとうまくコントロールできないから怖がって真ん中にばっかり変えてたっていうことです。しっかりとサイドにこっちに振る、こっちのこの回転を受ける分ボールの外側触ってあげるっていうようなイメージをすれば、わりかしねそのストレートクロス側にボールも返っていきやすくなるので、ぜひこういうところを意識してブロックの方をしてみてください。はい、ということでね、大まかにやると本当にこういうところを意識してほしいです。この3つですね、特にほんまにこの3つ意識してもらって、まず入れるところをしっかり覚えてほしいと思います。ここまでできたらやっぱりね結構いろんな球が来ても対応できるようになります。カーブドライブが取れないとやっぱりそのループドライブを取るのも難しかったり、スピードドライブ実際ね試合やといろいろ来るんですよ。カーブドライブも来る、ループドライブも来る、スピードドライブも来る、あんまりかかってないドライブも来ると、逆にミート打ちみたいなもの、回転ほとんどないようなね足みたいなミート打ちみたいなのも来ると、これねいろんな球に対してブロックっていうのができないとなかなか試合で勝てないんですよね。自分ミート打ちを止めるの苦手なんですよ、カーブドライブを止めるの苦手なんですよっていう方いるんですけど、じゃあもうカーブドライブ出されただけで負けるんかいみたいな、試合中負けちゃうんかいってなっちゃうんで、そんなことにならないようにねしっかりとこうカーブドライブも止めれるようになる。こうやってやっぱりある程度レベル高い人っていうのはこのカーブドライブもしっかりと止めれるし、ミート打ちっていうものもしっかりとブロックできるし、それ以外にねループドライブに対しても止めれるし、スピードドライブに対しても止めれると、いろいろな球に対しても全部こう上手い方はしっかりと止めれると思うんで、皆さんぜひねこうステップアップしていくためにもこういうカーブドライブ初めはねめちゃくちゃ嫌やと思うんですよ。なんかそのうち止めれるようになるやろうって思って練習を怠りがちなんですけど、なかなか止めれないままいると思います。自分も結構長い間カーブドライブの止め方分からずに苦労してて、なんかやってりゃそのうち上手くなるかなって思ってたけどなかなかならなかったんで、ぜひこの辺を参考にしてカーブドライブをブロックできるようになってほしいなと思います。今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。この動画がめっちゃいい、めっちゃ参考になったっていう方は、高評価の方よろしくお願いします。チャンネル登録の方をまだやってないっていう方は、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。